はい、始まりました。始まっちゃいました。ちょっと若干声枯れてますけど風邪気味のようで申し訳ないです今日はですね、だいぶ新しいですよね、こいつはこいつはだってこの収録日時点では出てないんですけど、これまた診断のカードを最近やるね。いや、診断のやつはね、どう積極的にやっていく派なんで、僕は、結構受けもいいですし、はい、やっていきたいんですけど、今日地震モグラアンズラグになります。こいつね、はい、面白そうでしょ普通に。はい、ザ・グルールって書いてある。本当っすよね。でも高えっていうのがちょっと一番ちょっと難関でした出た時点で4000円で値段してるみたいなんですけど、絶対嘘でしょ安くなりますよね。下がる未来しか見えないんだけど、はい、多分お安く組めるような構成にはなると思いますんで、はい、アンドラグの値段が下がったらば、はい、やってほしいんですが、はい、最近56択の話多いと思うんですけど、こいつも56、はい、今日56なんですが、はい、世界の需要はもう圧倒的56だと思うんですよ。まあ遊びでやってますから、はい、カルロフテでもあんま強い闘争者は収録されてなかったですよねなんかこれといって C 級の統率者は今回いなかったようにお見受けしますが、はい、見たんですけど、はい、もう結構スタンダードなフラット的な位置づけとして56推奨してるっていうイメージですよね。まあ、正直プレイ感としてもその辺が、レベルが合うんだったら、メンバーとですよ、いろんなデッキに可能性があるというか、はい、まあ、遊びやすい帯域ではあると思う。そうだから56のカードは今後増えていくっていうのを踏まえまして動画やらさせていただきたいと思います。はい、でまず能力説明させていただくんですが、グロール4マナ84という化け物ですちょっとね、スタッツがちょっとなんですか8って84で値段上がってるんですかねでこいつがブロックされた状態になるたび、はい、当然84だからブロックしますよね。張っては痛いよ、はい、なんとブロックしたら追加戦闘できちゃうっていう困りましたねみたいな。こいつがじゃないんだよね、これね。全部ですよ、全部起こして追加戦闘できちゃうという、はい、でその下の能力がグルール7マナーの起動で各戦闘でこいつは可能ならブロックされなければいけない、はい、ということになります。一応だから7マナ払えば、はい、追加戦闘できちゃう。追加戦闘確定だよとなるほどなるほど。なんならしかも打ち取られなければ、他の人のところ2回目殴りに行けばやっぱり追加戦闘確定だよとそうですよね、やばいっすよ。もうこいつが死んじゃう可能性もありますけどね一応、はい、だからこいつと死なないようにはだから少々しなきゃいけない、しなきゃならないということにはなります。まずどういう感情デッキになるのかっていうのを説明したいんですが、はい、まずカーラックをベースにされてます以前カーラック巨人育ちという、はい、デッキを紹介したんですが、概要欄貼っとくんですが、はい、そのデッキ見ていただければ分かりますんで、はい、それを参照して作ってます。はい、ぶっちゃけほぼ同じです。ほぼ同じです。はい、で違うところといえばカーラックが中に入ってます盗撮領域にはいないと、カーラック出てる状態だとこいつ先制つくじゃんっていうそりゃ強いよねで追加戦闘いけてブロックされたらもう一回いける。やばいっすねブロックする意味ないからねお前どうしたらやばいんですよ、でカーラックでも紹介したカードの紹介になるんですが、はい、例えば2段攻撃を付与する呪文っていっぱいあるんですよ、これをふんだんに入れます、はい、まず有名なカードで言いますとティムールの激闘、はい、2マナのインスタントで2段攻撃付与して、パワーが4以上のクリーチャーをコントロールしてるとトランプルも得ると。トランプルもついちゃう。トランプルもついちゃうブロックしたら余計被害が広がっちゃったと。確かにまあそれだとそれインスタントだっていうことが重要でして結構、ね、まあ、もちろん突撃のストロボみたいな一番のソーサリーで2段攻撃って言って殴りに行ってもいいんですよ、
いいんですけど、絶対ブロックしないでブロックしなくても18点通ってそう、ね、で結局再戦闘してるとあんま変わんないっていうことになりますんで、こいつね、そこがちょっと困ったところというか、対戦相手からしたらね、まず 8-4 で殴りに行って、相手はブロックするかどうか悩むじゃないですか、で、こっちはバットリーを構えておくんですよ、でバットリー構えといて2段攻撃付与したら先制ついちゃうじゃないですか、そしたら相手一方で死んじゃうんですよ、ほぼね。はい、ってことはそこで追加戦闘行われて、除去されてまた殴りに来られるのみたいな、しかも2段攻撃強くなったけどみたいなねっていうことになってしまいますんで、はい、で結構悩ましいブロックの攻撃も なりますよね。なりますね。で他にも守るカード、タミオの保管みたいな、呪言を得るカード、あるじゃないですか、緑だと、はいはい、よく呪言とか破壊符の得るカード、はい、守るカードはふんだんにあると思うんですけどね、はい、であとさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、いわゆるバットリ、激励何回、このカード出てくるんだっていう激励も激励でね、急にタフネスが4上がるから、打ち取るつもりでブロックしてたら、打ち取れなくてなんかパワー12に上がった上で再戦闘されちゃうと。やばいぞ上に2段攻撃ついたら、一撃で死ぬそうね、やばいっすよ。はい、なんでそういうパンプの呪文と守る呪文と2段攻撃の全部インスタントのバットリーをとりあえずほぼ入れます。はい、もうデッキの構成上ほぼそれになると思います多少マナクリは入ると思いますが、はい、マナクリだったりラッパーする呪文はあると思うんですけど、ほぼバットリーで埋めて、こいつ出して守って殴るだけで楽しそうじゃないですか結構それでも機能しそうだと思います。そうですよね、そんな中で例えばもちろん強く使えるカードがある、3度の最短ですかとか、はい、これもうどうしようもないよねだって通したら死ぬし通さなかったら再戦闘されるし、再戦闘されたら死ぬし結局死ぬじゃんっていうやばいですよ、3度の最短ですか、であとドラオのカードっていうのがどうやって入れるかっていうカードなんですけど、一応バットリーとか守る呪文が結局必要なんで、多少ドローソースがないと息切れしちゃいますよね。そうですね、何枚か入れてもいいと思うんですよ。そんなに入れる必要はないと思うんですけど、例えばトスキとか、ダメージ通ったらドローできるカード、ワンチャンこれは相性はいいですよね、通る、大体ダメージ通ると思いますので、であとこの成長の季節っていうエンチャントがあるんですけど、これ相性ね、正直このデッキ一番いいと思う。いいですよね、これ2マナのエンチャントでして、まずクリーチャーがコントロールから出ると戦術1行う、これはもうどうでもいいんですけど、あんまりクリーチャー入ってないと、あんまり入ってない、逃走者が出た時に少ないできるかなっていう感じなんですけど、で対象をあなたが元としてクリーチャーに対象を取る呪文を唱えるたび、カード1枚引く、何回も対象を取るんでこれ、だから対象を取るたびにドローできるんで、これかなりいいですよね。いいですね。よくオーラ系のデッキに入ってるようなエンチャントなんですけど、あとは単純に好奇心とか、いわゆるそれぞれのですね、を入れてもいいんじゃないかなっていう感じです。であと一応今の言った構成で弱点が一つだけありまして、お気づきの方はいらっしゃると思うんですけど、これ打ち消されたら終わりなんですよ出てこれないとお話にならないとこいつしかほぼアタッカーいないから、打ち消されない呪文を入れたら結構いいんじゃないかなっていうことになってまして、例えば野生の立像であったり、一応これそこそうですよね、つきますし、あとドブリ打ち消さクリーチャー打ち消されないで、打ち消されないのもう一個ぐらいなんかありますよね。アロサウルスノリとか、そうですよね。グルールだったら打ち消されないっていうの何個かありますんで、それ入れてみたりとかするのもいいんじゃないかと。でそんな感じで組んでいきまして、もう面白カードの紹介になるんですが、今回はちょっと4枚にしましょうか。多いなこれ面白カードの枠かこれこれ、紹介するの忘れちゃったんですけど2段攻撃のところでちょっと紹介したかったんですが武装物騒という分割カードでして、武装物騒、でまず
赤と緑の分割カードなんですよ。はい、赤の方は2マナで11プラス修正で2段攻撃です。はい、で緑の方は4マナでこのターンそれをブロックできる全てのクリーチャーはそれをブロックする、ということで、はい、これ融合もできちゃうと。はい、6マナだと仮定しましょうか。はい、そうすると11上がって2段攻撃で全部ブロックしろと。はい、とりあえず場のクリーチャー全部焼き払って再戦闘できるっていう、多分ほぼそうなるでしょう。やばいですよね。で9の2段攻撃9号の2段攻撃でだって再戦闘したとしても、先制相手が持ってるクリーチャーいなかったら全部投げ払えて、そうね、これやばくないですかこれ。まあさすがにもちろんすごい並んでてケツの合計がね、はい、9以上あるようだったら一応止まりはするんだけど、確かに、まあ、そんなことそうそうみたいな。いいですよね、でもう一枚紹介したいんですけど、不吉な狩猟のニース、はい、これはジャンプスタートのカードになります。はい、4マナ緑の4マナのクリーチャーでして、一応伝説のクリーチャーですね、あなたがコントロールしているクリーチャー1体以上が格闘するかブロックされるたびカードを1枚引く。はい、それはおまけです。まあでも一応ドムリで格闘したらドローになるし、確かになんかちょっとたまらずブロックしたらカードも引けるということで相性はいいですよね。はい、で戦闘の開始時にクリーチャー1体対象とする、もちろん当然モグラちゃんを対象として、はい、3マナ支払ってもいいと、はい、そしたらターン終了時までそのクリーチャーのパワーを2倍にする。まず、はい、16なんだとやばいぞ。でそのクリーチャーはこの戦闘で可能ならブロックされなければならない、はい、やばいぞ。お尻4のところを打ち取れないんだったら、はい、16もう確定じゃないですか。確定ですね。やばいっすよこれ、しかもマナが余ってればその3セットをもう1回行った時に3マーで32になっちゃうね。やばいっすよこれ、これ買わなきゃ。これ売ってなかったんだよな。ジャンプスタートでみんな買ったのかな。であとそのいわゆるブロックさせるっていうカードが噛み合いが良くてですね、はい、次のカードがいいんじゃないかなと思うんですけど、抑えがたい餌食という緑1マナのソーサリーがあるんですが、はい、これ1マナのソーサリーです、でクリーチャー1体を対象としてそれは可能ならブロックされなければならない、はい、カードを1枚引く、はい、これまあまあ相性いいですよね。いやまあいいでしょそりゃ。ブロックされなければならないっていう状態にして、はい、アタックいきます、はい、じゃあシャーネみんなでブロックするかってしたらバットリで2段攻撃飛んできますっていう構成でしょこれ。やばいですよ。確定で追加セットできるってことですよね。そうね。っていうことは、まあ、いわゆる1マナの追加戦闘ということにまあ一応そうなりますね。であともう1枚だけどうしても紹介したい面白いカードがあるんですが、はい、君はタラスクを見ている、はい、バルダーズゲートです。バルダーズゲートですね。私まだタラスクを見てないんですけど。でこいつは緑で5マナのインスタントでして、はい、以下から1つを選びます、はい、なんでどっちかを選べという、はい、モード選択の呪文なんですが、片方は、あなたがコントロールしているクリーチャーが受ける全てのダメージを軽減する、はい、つまり自分だけノーム、僕と僕のクリーチャー、例えば地震だったら自分もだけダメージ食らわないみたいなこともできるってことですよね。そうですね。で自分だけノームできるんで、5マナでまあそんなにそこまで強くないかなっていう感じなんですが、もう1個の方がすごくてですね、クリーチャー1体対象としてターン終了時までそれが55の修正を受け破壊不能になります。っていうでこのターン対戦相手がコントロールしていてそのクリーチャーをブロックできる全てのクリーチャーはそれをブロックするっていう。つまり基本的にはこれは全部死ぬって書いてある。全破壊になりますね。一応あれですよね、相手に破壊不能のクリーチャーがいる場合は、無限に追加戦闘が起こるけど何も起きない。仮にでもトランプルがあれば、そうは決まりますよね。そうですね、はい、無限追加戦闘の、友情コンボは一応成り立つっていう。まあそんな感じで紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。楽しそうでしょうか。これはもうグルール脳が炸裂してますよこれ。楽しそうでしょ。まあ他にもね、このデッキに入りそうなカードあったらコメントいただければなと思いますので、はい、あとチャンネル登録お願いします。お願いします。1000人いきました。
この動画公開されてる頃には言ってるかもしれない。言ってる可能性はありますね。はい。頑張りますんで、はい、チャンネル登録お願いします。はい。今回の動画は以上になります。おしまい。